この動画では、ファーバーカステルの3種類の油性色鉛筆についてレビューします。油性色鉛筆とは、水に溶けない色鉛筆で、顔料と油とワックスなどから作られています。一つ目は、赤い缶でおなじみのクラシックです。こちらは、学童向けとして販売されています。ファーバーカステルは、子供向けの商品は赤いパッケージで統一しています。全部で60色ありますが、日本では36色セットまでしか販売していません。現在のところ、単色でのバラ売りはされていません。2つ目は、絵を勉強する人や趣味で使用する人向けのゴールドファーバーです。ファーバーカステルでは、このグレードのシリーズ商品は、青を基調としたパッケージで全て統一しています。全48色です。大きな画材店では、単色でのバラ売りもされています。3つ目は、プロのアーティスト向けのポリクロモスです。プロ用のパッケージはすべて緑色で統一してあります。全部で120色あり、単色でのバラ売りもされています。私は36色セットを購入しましたが、茶色系など欲しい色が足りなくて単品で買い足し、現在は70色ほど持っています。セットで買う方が割安なので、初めから大きいセットを買えばよかったと後悔しています。赤缶の色鉛筆は軸に印字されているのは番号のみで色の名前はありません。学童用らしく自分の名前を書き込める欄があります。すべての芯がちゃんと中央にあり、安価な割には作りは丁寧だと思います。青缶の色鉛筆も軸に印字されているのは番号のみで色の名前はありません。艶消しの紺地の軸は高級感があります。緑缶の色鉛筆は一番太くて重量感があります。軸には色の名前、色番号、そして光による劣化に対する抵抗力がどの程度あるかを示す耐空性が星印で表示されています。こちらが3つのグレードのそれぞれの36色セットに入っている色鉛筆の色見本です。こうして並べてみるとグレードによって発色が全く違うことがよくわかります。赤缶は全体的に色が薄く若干くすんだ色合いだと思います。紙への定着があまり良くなく、芯のキメが粗くて紙の白地をきれいに塗りつぶすには手間と時間がかかります。青缶は赤缶に比べると発色が良く、紙に色がしっとりと定着します。緑缶は発色が美しいです。芯のキメが大変細かいので、細部まできれいに塗りつぶすことができます。ちなみに、青缶と緑缶の色鉛筆は共通の色番号で揃えてあります。これは、色鉛筆以外のペンやパステルといったその他のファーバーカステルの商品も共通色番号なので、違う商品同士で色味を合わせたいときは大変便利です。書き心地の比較です。芯が一番硬いのは赤缶、次に青缶、一番柔らかいのは緑缶です。3つともしっかりした芯です。塗っていて粉が出るとか力を入れると折れやすいということはありません。
芯の粒子が均一でなくて、紙に引っかかる嫌な感じは、どれもありませんでした。消しゴムを試します。3つとも、完全にきれいには消せませんが、強いて言えば、赤缶が一番消しやすかったです。次は、このキューピーさんを3つの色鉛筆で塗り比べします。3つを比べると赤缶が一番白っぽく見えると思います。全36色しかないことと、この色鉛筆は重ね塗りがあまりできないので、紙の上で色を作るのが難しく、肌色を表現するのに紙の白さを生かす方法を取らざるを得なかったのがその原因だと思います。青缶は全48色なので、使える色が赤缶よりも多く、また発色自体もこちらの色鉛筆の方が優れているので、赤缶のキューピーさんよりはだいぶ血色よく仕上げることができました。緑缶キューピーさんは肌の陰影や表情が3つの中で一番豊かだと思います。私は120色中の70色しか持っていませんが、それでも色の選択肢が赤缶、青缶より多いこと。そしてこの色鉛筆だと重ね塗りがとても容易なので、紙の上で色が作れることがその要因であると思います。それぞれの色鉛筆の塗り絵例を紹介します。赤缶色鉛筆はとても芯が硬いので、細かい絵柄の塗り絵に適していると思いましたが、実際は芯のキメが粗いので、綺麗に塗るのに大変手こずりました。また、色が薄いので、濃くしたくて重ね塗りしたのですが、3回くらいが重ね塗りの限界です。それ以上塗り重ねても色が弾かれてうまくのりません。この色鉛筆の鈍い発色とザラザラした質感を生かすのには、紙の質の悪い昔の印刷物風の塗り絵が適しているのではないかと思い、この本を選びました。こんな感じの仕上がりです。世の中にはこの色鉛筆で傑作を描く方もいらっしゃいますが、私は塗っていて快適さを感じないので、残念ながら赤缶色鉛筆と相性が悪いのだと思います。青缶でこの本の塗り絵をしてみました。画像編集ソフトで線画の色の変更と老眼が塗り絵しやすいようにイラストを少し拡大してプリントアウトしています。この紙は表面がツルツルしたタイプです。紙への色のりはとても良いです。発色も鮮やかで綺麗な色です。ただ、期待していたよりも重ね塗りができないなと思いました。だいたい5回くらいが限界のように思います。それ以上は色を重ねても弾いてしまいます。こちらの塗り絵は表面に少し凹凸がある紙にプリントアウトしてみました。色鉛筆には相性の良い紙とそうでないものがあるので、実験のためにいろいろ試します。実験の結果ですが、青缶の色鉛筆は紙が変わってもパフォーマンスにあまり違いはないようでした。青缶はあまり重ね塗りはできませんが、色が綺麗で芯が丈夫で扱いやすい色鉛筆であるというのが私の感想です。
緑缶でこの本の塗り絵をしてみました。ちゃぶ台の似合う宇宙人、メトロン星人です。表面が滑らかな紙に線画をプリントアウトしました。緑缶の色鉛筆は力を入れなくても色がサラサラと綺麗に紙に乗るので塗っていて楽しいです。こちらのイラストはウルトラマンだけを塗り絵したかったので画像編集ソフトで加工した後、水彩画用紙にプリントアウトしてみました。水彩画用紙は紙が厚いのでソルベントと相性がいいです。5回以上しっかりと重ね塗りした後にソルベントを筆で塗って色をブレンドしました。ソルベントが乾いたらさらに重ね塗りができるのでとてもこってりした仕上がりになりました。このこってり感は重ね塗りが上手にできる緑缶色鉛筆ならではで他の2つの色鉛筆では出せない味わいだと思います。以上、3つの色鉛筆の塗り比べをしてみました。支払った値段に見合う圧倒的な品質の差は素人の私でも一目瞭然でした。3つともそれぞれの個性があります。あなたの好みの仕上がりはどれだったでしょうか。このレビューが少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。